特別な準備っていうのは特にありません。お客様の需要をお答えしようと設備投資を準備していた結果が、今の現状です。多い時で300万個から400万個の生産をしております。でその結果ですね、やっぱり日本と同じレベルで管理していただいて、生産の方も滞りなく行えている状態です。それを生かしてですね、御社の設備をうまく利用させていただいて、大量生産にマッチしているんじゃないかなと思っています。じゃあ今日は株式会社杉山様の、杉山社長様と、今村工場長様にインタビューを、に伺っております。はい、今日はどうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず、杉山様について、また主に記者が対応されている業界や分野について簡単にご紹介いただけますでしょうか。はい、主に自動車部品製造をしております。特に内燃機関向けの部品が多くございまして、弊社では酸素センサーと呼ばれるセンサーの金具を多く生産しております。そして広く多くの車種に採用されています。今月間で何万個ぐらい加工されてるんでしたっけ？多い時で300万個から400万個の生産をしております。はい。じゃあ1年間だともう4000万個とか5000万個とか、すごい規模ですね。そんな中で現在、弊社の機械は何台使用されておりますか？はい、御社の6軸自動旋盤に関してはですね、日本国内には35台、それから弊社のインドネシア工場には20台保有しております。合計で55台もお使いいただいていまして、でそれらの設備で、今主に加工されているのがその O2 センサーの、酸素センサーの金具ということなんですね。はい。でその杉山様といえば、業界の多くの会社が知る、精密冷間鍛造、いわゆるネットシェイプで、最高水準の技術を、お持ちですが、弊社の設備は、そんな中で、うまくお役に立てていらっしゃるでしょうか。はい。我々の冷間鍛造の特徴といいましては、内径をですね冷間鍛造で仕上げる無切削を狙っています。それを生かしてですね、御社の設備をうまく利用させていただいて、大量生産にマッチしているんじゃないかなと思っています。なので我々の鍛造技術と御社の設備のメリットをですね生かした生産体制ができていると思っています。そうなんですよね。で、そのうちのようなその6軸自動板を、実際最初にじゃあ導入する時なんですが、はい、どういった経緯でそのうちの6軸自動板をじゃあ採用しようかなと思って、くださったのか、その市場とか、顧客のニーズとか、そういうところに何かこう変化だとか、そういったことがやっぱりあったからなのか、どういう生産体制が、その時こう必要と考え構築したいと考えて、当社の6軸自動板を導入されたのか、その辺のいきさつみたいなものっていうのは何か教えていただければなと思って。そうですね、弊社が切削を始めるときに、他社の中古、8軸を、持ってきて、やったのが最初です。それは当社の6軸自動板ではなくて、いや弊社の8軸です。8軸自動板、中古自動板を買ってきて、それで酸素センサーを削り始めたのが、最初ですね。で結構使えるんじゃないかなという。それからそうですね、弊社の鍛造ブランクを削っていただいている、周囲の加工先様も、6軸8軸を使っていたので、それ以外の選択肢が、なかったっていうのが、正直なところですね。それが、2004年あたりですかね。で現在のこの今僕らがここにおりますその木曽岬第一工場が、設立されたのがその2004年で、でその同じ年に、当社の新規でのはですね6軸自動板が、最初に採用いただいて、でそれ以降はもう本当に急速に生産能力を増強されて、本当成長されているなというのを感じるんですが、現在55台お持ちなので、
今から20年間ぐらいの間にその55台までいった、すごい生産ボリュームを増やされたわけですけど、その成長に向けて、そういった変革を始めるにあたって、御社内で何か特別な準備とか意識改革とか、そういったことっていうのは行われたのはありますか？そうですね、特別な準備っていうのは特にありません。お客様の需要をお応えしようと設備投資を準備していった結果が、今の現状です。であとはそうですね、もうその状況から言うと、僕らがやるしかないという状況で、6軸を導入して、なんとか立ち上げたっていう形ですね。でその生産の体制だけじゃなくて、その営業の方のチームも例えば増強されていったりとかっていうことを順次してきたと思うんですけども、お客さんのその、反応、取引先様の反応だとか評価っていうのも、御社が増強するにあたってある時から変化するというか、いい評価になったみたいなターニングポイントみたいなものって何かあったんですか？そうですね、今世の中の主流って言いますかね、生産の主流はやっぱり多品種少量生産っていうところがメインだと思うんですけども、弊社はありがたいことに小品種で大量生産っていう形が今の現状です。大量生産する中で弊社のスタイル、生産スタイルにあったのがやっぱり御社の6軸とか8軸の設備で、でお客さんの工程支援を受けた中で、やっぱり杉山が6軸を使えるのはやっぱり強みだよっていうことを、おっしゃっていただけたっていうところはすごいありがたいことで、でその時にやっぱりそこが強みなんだということを気づかされました。で、2004年にその当社の6軸自動版を導入しようというふうな時に、その検討なさってた時ですけど、どういった点を、最も重視して、設備選定をすることにしたんでしょうか？まずは精度ですかね。必要な精度が100分台だったので、そこにはまる機械っていうことと、やっぱり数が多いってことで、加工サイクルタイムが一番短い設備っていうこと、で3つ目が、設備価格、焼却をいかに少なくするかっていうところで、価格を抑えるっていうところの、3点が重視したところだと思います。なるほど。じゃあ、導入前に当社の機械に対して、じゃあ一番心配だった点っていうと、その精度がどこまで出るかっていう点だったんですかね。そうですね。で実際その導入してその精度の維持っていうのは、最初は例えば苦労したっていうのがあったのかとか、あるいは最初からある程度スムーズにいったのかとか、実際どうだったんでしょうか？MC 付きの6軸には、軸間補正っていう機能がついてますので、径方向のばらつきはその軸間補正をうまく活用して、ばらつきを抑えることができました。なるほど。そこは6軸のばらつきっていう心配でしていた点については良かったかなと思います。で長手方向に関しては、やっぱり粗引きのところはユニットスライドっていう油圧の部分が、正面からのスライドですね、ありますので、そこはやっぱり粗引きの寸法を揃えようとすると、やっぱりチャック単面の6軸のすり合わせっていうのがどうしても必要ですよね。でそこをやっぱりいかに合わせるかっていうのが、現場の力じゃないですけど、そこはちょっと苦労している部分ではあります。で実際その機械を、国内ではうまいこと管理されて、で2012年からですかね、インドネシアの方にも工場を立ち上げられて、今や20台ぐらいインドネシアだけでも、お持ちだっていうことなんですが、じゃあ日本とインドネシアではそのオペレーターの方々っていうのは6軸自動版を同レベルで使いこなして
いるのかっていうのはどうなんですかね。最初はですね、日本から駐在員を派遣して、5年ぐらいですかね、教育をすごいやりました。でその結果ですね、やっぱり日本と同じレベルで管理していただいて、生産の方も滞りなく行えている状態です。で当社の機械に対して、今後その求める機能とか、役割みたいなものっていうのは何か今村さんの方から、現場サイドの方から何かございますか？そうですね、これ6軸のちょっとウィークポイントかもしれないですけども、やっぱり単軸の機械に比べて、やっぱりスライドの合成っていうのがちょっと少ないかなっていうのは感じます。でそこら辺はやっぱり合成アップっていうところを、やっていただけると非常にありがたい。特に粗挽きとかの取り方によって仕上げの寸法が変わったりとかがやっぱりありますので、その辺はやっぱり合成を上げていただけると、粗挽きが多少変化しても、仕上げで同じものが出てくるよっていうのがやっぱり一番ありがたいので。じゃあ、今後のですね、展望といいますか、日本およびインドネシアの、拠点も含めて、海外展開に取り組む、理由とか、展望っていうのをまた教えていただけますでしょうか。はい、インドネシアに進出したのが2012年ですが、当時は海外進出が一つのトレンドになってまして、海外生産拠点を持っていますかというような質問なんかも多くいただきましたし、原価低減の一つの策として海外工場での生産というのは主流でした。で我々としてはやはり、コストを下げることと、それから販路拡大で新たなお客様を見つけるという意味でも海外へ進出するということを目的としていました。また既存のお客様に対してもですね、生産拠点の2拠点化によるリスクエッジもご提案させていただいてですね、海外進出を目指し実行してきたと、そういう感じです。今後に関しては、今インドネシアの方でもですね、かなり、スペース的にも手狭になりまして、これ以上拡大はなかなか難しいかなと思っておりますし、また違う国への進出というのは今のところは検討していません。インドネシアで生産している部品っていうのは、インドネシア向けでもちろん生産されてて、でその他周辺国にもそうですね、我々はちょっと珍しい形態で、インドネシア生産しているものの7割から8割は輸出しています。インドネシアの外に、なので日本、それからタイ、インド、アメリカ、そんなところにもカバーしてるんですね。で日本国内で売ったりとか、削った製品っていうのはこれ日本向けがメインなんですか？日本もやっぱり日本で作ったものも、これは日本のお客様に納入後に、KD として、海外拠点に輸出されるものもあります。この間のみで使用されるものもありますけども、やはり海外での需要が多いっていうこともあって、非常に海外で多く使っていただいているのが実態ですね。なるほど。じゃあもう全然違った国で本当に同じように作る、本当の純粋な2拠点化なんですね。そうですね。鍛造も当初はですね、日本の鍛造品をインドネシアに送って削ってましたけども、もう2006年からはですね、現地でも鍛造を始めてますんで、まだ2016年から鍛造を始めてますんで、現地でプレスをして、現地で削ってます。はい。今後ですね、さらにちょっと挑戦してみたい分野とか、市場とかなんか強化したい取り組みっていうのはお持ちっていうか何かありますかね？我々の製品はやはりその内燃機関の部品になってます。でこの時代EV が加速されている中で、我々としてはいつまでも今の内燃機関の部品が続くとは思ってませんので、新たなジャンル市場にもチャレンジしたいとは思っています。その中で一つ、社内着手しているのはアルミですね。アルミの鍛造、それからアルミの切削、こういったものにも興味があって、次の時代にそういった需要をキャッチしていきたいと思っています。そうなんですね。最後にですね、当社の、設備を、導入検討している企業様に何かアドバイスだとかお言葉いただけたらと思うんですが、
はい、僕からはですね、先ほど冒頭お話があった我々の鍛造技術を、生かせる、パートナーとして、御社の60加工機というのが非常に重宝しています。で、我々だけの鍛造技術ではやはりそのお客様に、満足していただけない。ここはもう当然御社の設備が60加工機があって我々のパフォーマンスが認められてお客様から高い評価をいただいていると、そういうのが我々の実感しているところで、ここ数十年、十数年ですね、我々が事業拡大できたのも一つ、設備のおかげかなと思っていますんで、そのご自身のお持ちの技術をですね活かせるようなそういったパフォーマンスをお持ちなんじゃないかなと思っていますんで、はい、そういったところを強みに、はい、設備選定していただけるといいかなと思っています。はい、はい、現場サイドからですね、今村工場長様の方から何か当社の設備の導入検討している他の企業様に対して何かアドバイスとか、そうですね、いただけたらと思います。はい、御社の60自動版っていうのは、量産が必要な製品にとっては大変効果の高い設備だと思いますので、チャレンジしてみたらいいんじゃないかなと思います。はい、しかしながら60っていうのはやっぱりチャックが6個あって、やっぱり管理するのは手間がかかります。で、弊社もですね毎月必ず時間を取ってメンテナンスしてますし、安定的に生産しようと思えばそういうことは必須かなって思います。で、あとはやっぱり生産性が高いが上に、やっぱり切り子が一気に出てくるってことで、切り子の処理っていうところには工夫が必要かなと思います。で、その辺の手間はすごいかかりますけども、はい、自分たちで工夫してやった結果、すごいうまくいったって時には、やっぱり喜びっていうのは、最大限きますので、そういうところをやっぱり前向きに、考えられるところはやっぱりチャレンジしてみてはどうかなと思います。はい、それとですね、やっぱり加工時間の短縮っていうところはやっぱり御社はやっぱり独自なライン、2軸にしろ4軸にしろ、ローディング時間をゼロに近づけるっていうところがやっぱり非常に興味深いところでありますので、やっぱりそういう加工以外の時間を短縮されたいお客様にとっては非常に有効な設備じゃないかなと思います。はい、はい、以上です。ありがとうございます。ありがたいお言葉をありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ今日はお忙しい中、お二人にはインタビューを受けていただいてありがとうございました。ありがとうございました。